スクール加藤のゲーム研究室です。今回は台湾です。よろしくお願いします。はい、台湾にやってきました。台湾の台北ですね。首都台北にやってきました。東京も暑い日が続いておりますけれども、台湾もすごく暑くてですね、この日の台北は40度近くまで上がって猛暑でしたが、たくさんの人が来ていますね。皆さんサマーゲームショーっていうゲームショーはご存知でしょうか。私の好きなイベントの一つで、今回はそのサマーゲームショーの取材にやってきましたので、会場の様子などを皆さんにお伝えしたいと思います。それでは行ってみましょう。会場に入ってきました。サマーゲームショーはですね、そんなに大きなイベントではないんですね。ご存知の方少ないんじゃないかと思うんですけれども、知名度もそこまで日本ではないんじゃないかと思うんですが、地元の台北ではとても人気のある、ゲームのイベントになってます。台北といえば台北ゲームショーはご存知の方多いんじゃないでしょうか。台北ゲームショーは非常に大きなイベントですね。東京ゲームショーに並ぶほどの規模があるんですけれども、だいたい春節の頃、1月から2月の旧正月ですね。春節旧正月の前後に合わせて開催されていまして、世界中からたくさんの人が集まってくるという国際的なイベントなんですけれども、サマーゲームショーはですね、それの小さい版という感じになってます。同じ主催団体が開催するイベントなんですけれども、台北ゲームショーが国際的なイベントであることに対して、サマーゲームショーは、国際的というよりはどちらかというと地元密着型のイベントという感じになっていまして、近くの人たちに来て、みんなでゲームを楽しみましょうねというような、そういったコンセプトが、あるようなイベントになっております。で、たくさんの人が来ていただく中にも子どもたちにも遊びに来てほしいということで、後ほどいろんなブースこれから回ってご紹介しますけれども、子どもたちが、遊んでるようなブースもたくさんあるというイベントで、私はその辺がとても大好きですね。はい、で今、映してるあたりはですね、おもちゃ売り場ですね。ゲーム関係のグッズとか、おもちゃとかフィギュアとかですね、そういったものが、たくさん売られている物販のコーナーでございます。はい、ではおもちゃ売り場を背にしてちょっとメインホールの方に進んでいきたいと思うんですけれども、この辺はプレイステーション5のブースですね。 VR2 とかも展示されていました。こっちに見えてるのはドラゴンボールのブースで、レトリボン軍のお姉さんとかもいますね。はい、こちらも非常に人気のブースです。で、右手正面はこれ17ライブのブースですね。なんか生歌とか、ステージやっててですね、こちらも人が多いと。どこ行っても人は多いんですけどもね、このまま進んでいきますと、もう少しでインディーゲームのコーナーに着きますけれども、その、着く間にちょっと台北のサマーゲームショーのお話少し、追加でしたいと思うんですが、ここですね、運営がすっごいいいんですよ。で、日本から来たメディアの人って多分私しかいないんじゃないかなと思うんですけれども、それもあってかなかったかちょっと分かんないんですけど、すごく対応が良くてですね、いろいろとお気遣いをいただいて、めちゃくちゃ快適に取材をさせていただいて、会議中非常に快適に過ごすことができました。台北ゲームショーもそうですし、同じスタッフさんなんでね、サマーゲームショーもそうなんですけれども、すごい丁寧なんですね。メディアに対する扱いというか対応が丁寧で、もう本当に世界一丁寧なんじゃないかなと思っています。日本のメディアの皆さん、もし動画をご覧になったら、サマーゲームショーと台北ゲームショーいいですよ。特にサマーゲームショーはですね、狙い目です。あんまり他のメディアさんいらっしゃらないんで、独占的な取材をすることができるんじゃないでしょうか。来年ぜひ検討してみてください。ということで、インディーのコーナーにやってきました。台湾のインディーはですね、非常に面白いんで、ちょっとご紹介をしていきたいと思うんですが、美的感覚ですとかが日本に非常に近くて、ゲームのセンスも日本に近いんですね。で、日本のゲームファンの方もたくさんいまして、そういった方が台湾でインディーゲームクリエイターとしてゲームを作っていたりします。特徴としてはですね、ちょっと歴史的なメッセージを込めた太平洋戦争が終わった直後の台湾の歴史を背景にしたゲームなどが結構多かったりとか、見た目的にすごく独特なものというかですね、ちょっと
いくつか、画面でご紹介したいと思うんですけれども、非常になんというかセンスが見えるタイトルがたくさんありましたですね。で今ちょっとちらっと映ったんですけど、日本からは2ブース出てまして、フェニックスさんっていうパブリッシャーさんですね。それから日本の Q っていうパズルゲームご存知ですかね。そちらも展示されておりました。はい、こちらの今ちょうど映ってるこのブース、このブースすごい人気でして、怪獣じゃないんですけれども、クトゥフルで合ってるのかな、クトゥフル合ってます、間違ってたらごめんなさい。神話の、怪獣かな、怪獣が出てきてそれを操って戦えるっていうゲームなんですけれども、子供がすっごい集まっててですね、まあなんというか楽しそうな感じで、怪獣のゲーム好きですよね、子供はね。非常に楽しい感じになっておりました。はい、で今ぐるっと回っているのがアナログゲームのコーナーなんですけれども、アナログゲームのコーナーがめちゃくちゃ広いっていうのも台湾のゲームショーの特徴で、こうやってみんなでですねテーブルに集まって、もちろん買い物もできるんですけれども、お店の人と一緒にゲームをしたりとかですね、カードゲームとかボードゲームとかそういったものを楽しんでいるですね。これ非常に台湾らしいというか、日本ではこういうのないですよね。デジタルのゲームとアナログゲームが混ざってるっていうのはないんですけれども、台湾ならではの、素敵な風景だなと思います。私もいくつか買いました。でこちらに映っているのは子どもたちが遊ぶコーナーですね。子どもにも来てほしいっていうコンセプトがあって、こうやって子どもたちたくさん、ちょっと赤ちゃんでしたけど子どもたちたくさん来てまして、親子で遊んでいたりとか、そういったところがそういったシーンがよく見られました。子どもたくさんいるんですね。でここは任天堂スイッチのコーナーでございます。太鼓の達人とかですね、なんかそういうのも子どもたちたくさん来て遊んでおりますね。いいですね。こういうのがコンセプトの一つということで、見事に実現をしているという感じでございます。はい、というわけでサマーゲームショーの様子をお届けしてまいりましたが、いかがでしたでしょうか。サマーゲームショーの会場を見ていただいて楽しそうな雰囲気伝わったんじゃないかなと思います。小さなイベントなんですけれども、ゲーム好きな人、大事にしている人が丁寧に運営しているイベントでして、本当に雰囲気がいいんですよね。日本の方今年は少なかったんですけれども、来年チャンスがあればぜひ行ってみてほしいなと思います。台北からサマーゲームショーの様子お届けしました。ありがとうございました。